脳がね、それに抵抗するんですよ。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は20カ国語話すことができる言語の達人スティーブさんをお招きしています。インタビューは英語、日本語、中国語で行いますが、今回は前編ということでご紹介する部分はほとんど日本語で話しています。今日特にお尋ねしたいのは、まず単語の覚え方、そして言語学習でやってはいけないこと、つまり NG 勉強法ですね。逆にどんな勉強法がおすすめなのか、これらのことについてお尋ねします。ではインタビューを聞いてみましょう。スティーブさん、it's a great honor to finally get to meet you and talk to you. I've been looking forward. I've been looking forward. Actually, I've seen a lot of your interviews and your own videos on your channel. So I'm so excited today. Well, that's very kind of you. ありがとうございます。じゃあスティーブさん、簡単にちょっと自己紹介をしていただいてもよろしいですか？そうですね。まあ今はあれですよ、75歳のおじいさんとして今カナダバンクーバーに住んでますけれども、その 7年間その外交官もやって、その間に中国語も勉強したし、日本にも9年住んでたんですよ。だから日本語も独学ですけども勉強したと。そしていわゆるその外務官としてそれをやめて、木材の商売にずっともう40年ぐらいもうずっとやってて、そして15年前からまずロシア語が難しいと言われて、それじゃあやってみましょうと。そして60歳からロシア語やその他スラブ系の言葉も勉強したりして、韓国語とかグリシア語とかロメニア語と、今は一応アラビア語とペルシャ語を勉強してるわけですよ。全部で大体何カ国語ぐらいですか？そうですね、全部で入れて20カ国語ですけれども、そしてその弱い方の言葉、じゃあその言葉ですぐ話してくださいと言われたら困りますけれども、何時間ちょっと練習すれば会話できます。で、そのベストの10か12ぐらいは別に問題なく、長い間話してないにしても話できるわけですよ。理解もできます。そして15年前もあれですよ、息子とリンクというその言葉の勉強のプラットフォームを作って、大体そこでいろんな言葉を勉強したわけですよ。なるほど。ということは60歳以降に勉強された言語が多いっていうことなんですか？多いです。しかしその言葉を本当に流暢に話せるためにですね、たくさん話しないといけないでしょ。そういう意味ではですね、やはりフランス語とか日本語とか、日本に9年も住んでたわけですから、たくさん話したことのある言葉の方が流暢にできるわけですよ。なるほど。最近勉強した言葉の方がやや弱いですよ。ただロシア語は別に問題ないです。ロシア語はかなり時間かけました。よく、私が日本語を教えている人とか、またはこの私のビデオを見てくださっている人が、なかなか単語が覚えられないんですけれども、どうしたらいいですかと。初級レベルぐらいまでは行くんですけど、それ以上がなかなか上達しているという実感もないし、苦しくなってしまうという聞くんですけど。その通りです。アイスホッケーご存知ですか？アイスホッケーってあれスポーツでしょ？スポーツですね。ホッケーのスティックってあるでしょ？ホッケースティックっていうのね。はい、あります。それがどう言いますか、ブレードがね。だからそれがこういうふうに急に上がるわけですよ。上がっていくね。はい。しかしあとはもう長いシャフトがあるわけですね。だから言葉の勉強はそういうもんですよ。最初の間にはね、何も知らないの、理解もできない、何も言えない、そういう状態から少し言えるわけですよ。こんにちは、お元気ですか？私の名前は。それで非常にもうできましたという強いいい気持ちになるわけですよ。わあね。達成感ですね。はい。そう、達成感。
その脳がね、非常にハッピーなんですよ。難しいけれども、できましたということで。しかし、そこから流暢までというのは長いんですよ。非常に長い。何が長いというか、2つ。1つは、要は語彙ですよね、単語。語彙です、ね。それがものすごい多いですよ。ものすごい。多いというのは、母国語の人がたくさん語彙持ってるわけです。なんか1年住んでて1000単語っていうなんか言い方があったわけですよ。だから40歳の方がね、かなりの語彙がある。私はじゃあこの言葉を勉強する立場として、その40年なら40年の経験がない、時間もない。だからそこまでの語彙はならないんですよ。それは時間かかる。それが一つ。もう一つはやはりこの言葉に慣れる。理解度。慣れる。だから聞いたらすぐわかる。何も聞いてもう一度考えて、頭の中で翻訳、通訳してなんか、それは無理ですよ。聞いて即意味。そこまで慣れる。そこまで慣れるにはね、時間かかる。だからいずれ時間。そして時間がどういうふうに使うかというと、話するのもいいんですけれども、聞くと読む。機会があれば話する。聞くと読む。で、機会があれば話する。まずはインプットですね。インプット。で、そのインプットが、やはり面白い、楽しい内容。つまらないなら難しい。言葉の勉強のためのインプットは、最初の間はやむを得ないけれども、あとはやはりそうじゃなくて楽しい、興味のあるもの。いつまでも勉強のための勉強をするんじゃなくて、楽しいから勉強するっていうふうにだんだん変わっていかなければならないっていうことですね。変わっていかないと続かないと思います。人によってはですね、難しいけれども、面白そうな内容を避けて、いつまで経ってもですね、つまらない勉強のための教科書みたいなものをそこに出られないわけですよ。で、そういう人たちはなかなか流暢にならないんですよ。それの方がイージーですよ。イージー。聞いてわかる。しかしつまらない。で、大体の教科書のですね、ナレーターの人がね、つまらないんですよ。聞いてる人もつまらないと思ってる。録音してる人もつまらないと思ってるわけですよ。自分が興味があるものを見つけること、そして喋ってる人も楽しんでいることであるべきですよね。なんか研究があってですね、例えば自分の子供に対してね、ストーリーを読むでしょ。子供にとってはですね、子供にとって難しいもの。しかし、お父さんお母さんがね、非常に熱意を持ってですね、お父さんお母さん非常に自分も面白いと思っている。そういうもののストーリーが子供にとってはいいわけですよ。しかし、子供のストーリーだからやむを得ないから寝る前は、お母さんがストーリーを読むから、それはそんな効果が少ないんですよ。じゃあ自分が面白いと思うもので、聞く音も話してる人が熱意を持って面白いですよっていう、もしかして少し難しいかもしれないけれども面白いですよっていうものを見つけるということですね。そうです。全体的には楽しい、エキサイトしてるからいいわけですよ。ところでスティーブさんはいろいろな言語を勉強してこられたと思うんですけど、やっぱり言語によって習得するまでの時間っていうのは違うんですか？全然違います。もちろん勉強しようと思っている言葉が自分がすでに知っている言葉に近いと。だからやはり語彙がね、非常に共通の語彙とか互換性のある語彙が多いと。私にとってはラテンの文字が一番読みやすいわけでしょ。だから慣れている自分に馴染みのある文字の方が早いんですよ。アラビア語とか日本語だとハングルでも何でもいいんですけども、その分やや難しいですよね。文字も違うし、言語のシステムが違うんですね。僕はね、言語のシステムはね、案外ね、早く我々慣れてくるんですよ。しかし語彙、だから語彙ですよ。語彙、何より問題は語彙ですか？語彙ですよ。というのは語彙っていうのはね、覚えたら忘れる。覚えたらまたぶつかってまた覚えたらまた忘れる。いうパターンですよね。はい、そうですね。
なのでよく忘れるんですけどどうしたらいいですかって今日覚えたものが明日忘れているんですけどどうしたらいいですかって言われるんですけど、これは当たり前っていうことですよね。もうその忘れることを覚悟するしかないんですよ。そしてたくさん読む、たくさん聞く。だから違ったその内容、違ったコンテクストでですね、出てきたら少しずつこの言葉のいわゆる範囲ですね、意味の範囲とか使い方とか少しずつこう知らないうちに分かってくるんですよ。なるほど。しかしわざとそれを覚えようと思ったらね、難しいと思います。忘れる。なるほど。これを覚えようと思ったら覚えていないこととか忘れてしまったことばかり気になってしまいますよね。そうです、そうです。脳がね、それに抵抗するんですよ。同じものにぶつかって勉強しようと思ったらね、そんな効果ないです。それを忘れてまた別な、ことをやってまた戻ってきて、そういう感じで勉強した方が効果的です。それは研究データあるんですよ。だから忘れることは仕方がないと最初から覚悟した方がいいんですね。覚悟するしかないです。忘れたからといっていちいちがっかりしなくていいということですよね。しなくていいです。いいことです。いいことです。また覚えたらいい。また忘れたらまた覚えたらそれはいいです。でもそれは楽しみながらするということですよね。そうですね。今のように僕はアラビア語とかペルシャ語を勉強していろんなことをそういう彼らの文化とか歴史とかいろんなものも勉強してるわけですよね。Netflix でシリーズも見て楽しく勉強してる。しかしわからない単語が非常に多い。忘れる単語非常に多い。でも楽しいとか興味がある分野なので、難しいけれども続けられるわけですね。そうです。そして時々自分に対して6ヶ月間前よりも今理解度が良くなってると、自分にとってはよくやったと。だからいつも自分が思ったほどうまく話できなかったとか思ったほど分からなかったとかそういうネガティブなものじゃなくて3ヶ月間前とか半年前よりも今は進歩してるという感じで、今も分からないとか知らない単語はあるけれども今から半年前の自分と比べたらだいぶ進歩しているっていうところを喜ぶっていうことですね。そうです、そうです。そういうことです。これはとっても大切なことですね。じゃあちょっとここからは私も勉強した言語、一生懸命勉強した言語である中国語でちょっといろいろ質問したいと思うんですけれども。所以首先要問的是，你是先学会日文还是先学会中文呢？我是先学会，也不能说学会，但是我先学了中文。我学了中文以后，在学习中文的时候呢，我就学了汉字。这个在我学日语是帮助了我很多。はい、わかりましたか？単語を覚えるために自分がつまらないと思っている教材を無理に覚えようとしても無駄だということや、逆に自分が興味があること、楽しいと思える内容にはたくさん触れた方がいいということ、いろいろな文脈である単語がどのように使われているかを観察すること、そして当たり前ですけれども単語を覚えて流暢になるまでには長い時間がかかるという覚悟をしなければならないということも教えていただきましたね。よかったらあなたの感想をコメントで教えてくださいね。じゃあこのインタビューの続きの部分は後編でスティーブさんと中国語で話します。ぜひお楽しみに。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。